ダブルオークアンタの系譜。 GNT0000 ダブルオークアンタはツインドライブシステムを搭載した GN0000 ダブルオーガンダムの後継機であり、第5世代ガンダムに該当する機体である。ダブルオークアンタの系譜の始まりは、ダブルオークアンタの完成から遡ること25年ほど前、西暦2290年頃にソレスタルビーイングが開発した初の GN ドライブ搭載型第1世代ガンダム GN000 オーガンダムが始まりとなる。オーガンダムの完成を契機に、第2世代ガンダムとなる GNY001 ガンダムアストレア、刹那 F 精鋭専用機となる第3世代ガンダム GN001 ガンダムエクシアの機体構造をベースにして、同じ第3世代ガンダムとなる GN XXX ガンダムラジエルの運用データと両肩部のスラスター搭載箇所を参考に、ツインドライブシステムの搭載箇所を決定した第4世代ガンダム GN0000 ダブルオーガンダムが完成。このダブルオーガンダムとツインドライブシステムの安定稼働装置としての役割を担う GNR010 オーライザーがドッキングした GN0000 プラス GNR010 ダブルオーライザーの投入などによって、地球連邦政府直轄の独立治安維持部隊アローズと、それを陰で操るリボンズ・アルマーク率いるイノベイドとの戦乱に終止符を打ち、これを壊滅。そして西暦2314年約2年の歳月をかけて建造されたダブルオークアンタは、新型の専用 GN ドライブ2機を搭載し、真のイノベーターとして覚醒した刹那 F 精鋭の専用機として設計開発が行われるとともに、ダブルオーガンダムでは不可能であった短期での GN ドライブの完全同調に成功し、トランザム発動時の量子テレポートも常時使用可能となるなど、ガンダムタイプの中では群を抜いた性能を誇る機体として完成している。同年、木星に出現したワームホールから地球外変異性金属体エルスが襲来。この事態に地球連邦政府は火星圏に迫るエルスを迎撃するため迎撃部隊を派遣。ソレスタルビーイングも戦線にガンダム3機を投入するも、押し寄せるエルスの大軍に撤退を余儀なくされ、火星圏を突破したエルスは地球連邦平和維持軍が展開した戦力の約1万倍にまで達する規模で地球圏へと侵攻する中、完成したダブルオークアンタと刹那 F 精鋭がイオリア・シュヘンベルグの予見した来るべき対話を実現するため最後の出撃を果たすことになる。なお、ダブルオークアンタの型式番号の T はツインを意味しており、ツインドライブ搭載機ということが表されている。ダブルオークアンタの性能。ダブルオークアンタはダブルオーガンダムの後継機として機体の基本フレームや設定運用データを用いて設計されているが、実際のところは各部ユニットや機体構造は新規開発として独自の構成がなされた機体と言われている。その一つが木星で開発された新型の GN ドライブを胴体ユニットと左肩部に搭載された新型の GN シールドの裏側にマウントした機体構造である。資料によっては左肩部に搭載しているとの記述があるが、劇中でのクアンタムバースト発動時の描写では胸部ユニットに搭載されている GN ドライブと直列で接続する際、 GN シールドが背部に展開され、左肩部はそのままの状態を保っていることから GN シールドそのものに搭載されているのが確認できる。特に動力系に関してはツインドライブシステムを安定化させるために調整された2機の GN ドライブが採用され、機体の各部にマウントされている GN コンデンサーも新型のものが実装されたことによってこれまでとは比べ物にならない粒子貯蔵量を実現させている。 GNR010 オーライザーなどの外部安定装置に頼らず、短期でのツインドライブの安定化という難題を克服し、ツインドライブ搭載機としての完成度を高めた本機は各部ユニットにもふんだんに新技術が導入されている。頭部には新装備である GN ソードビットをコントロールするための V 字型アンテナの機能強化が施され、この V 字型アンテナに付属される形で搭載されたグラビカルアンテナも粒子制御機能や量子通信機能の向上に加え、機体全体の性能を上昇させている。胴体ユニットには前述の通り GN ドライブの一つが胴体を貫く形で搭載されており、胸部前面には GN ドライブの先端がむき出しになっているとともに、背部はメインの推進機関として機能している。この胸部前面から露出している GN ドライブユニットはクアンタムバースト発動時前方にスライドすることで先端にマウントされているグラビカルアンテナが展開する仕様になっている。また腕部に関しては関節部に新型の GN コンデンサーを内蔵することで
各武装への粒子供給を円滑に行う役目を担っており、機体性能の向上を実現させるとともに、メインパイロットである刹那 F 精鋭が得意とする近接格闘専用の設計がなされ、より人体に近い動きを可能としている。コックピットは GN ドライブユニットの配置上、腹部に移設されており、内部機器に関しても00ガンダムのものとは一線を画し、メインコンソールの上部を含めた各部にホログラムによるデータ表示が可能となっている。さらにエルスとの最終決戦仕様として、ベーダの小型ターミナルユニットがシート背面にマウントされ、エルスの膨大な情報量から刹那の脳を守るため、ベーダの処理能力を利用するという形が採用された。このベーダの処理能力を補助するため、ティエリアーデが意識データとして同乗することになる。クアンタムシステム。本機の開発コンセプトは、刹那の希望によって戦闘ではなく対話を目的に開発されており、対話を実現し他者との相互理解を深めるために搭載された特殊システムが00クアンタの真髄となるクアンタムシステムである。このクアンタムシステムを作動することで発動されるクアンタムバーストは、前進機である00ライザーのトランザムバーストを凌駕するレベルの超高濃度 GN 粒子を機体全体から放出することで、超広範囲に意識共有領域を形成し、他者との意識共有率を爆発的に向上させ、人類同士の相互理解にとどまらず地球外生命体との相互理解も可能にすることができる。クアンタムバーストが発動された際には、胴体部と GN シールド内に搭載された2機の GN ドライブが直列に接続され、各部の走行をパージすることで、各関節部に搭載された GN コンデンサーが回転しながら展開。コックピット内ではクアンタムシステムの発動と同時にライザーシステムと同様の網膜スキャンが作動。この瞬間、00クアンタを中心に超高濃度の GN 粒子が散布され、クアンタムバーストが発動する仕組みになっており、このクアンタムバーストによって地球人との共存を望んでいるというエルスの真意を刹那は理解することになり、エルスとの戦いは終結を迎えることになる。まさにイオリア・シュヘンベルグが真に意図したイオリア計画の目的となる来るべき対話を完遂するために誕生したガンダムといえる。00クアンタの武装。純粋種のイノベーターとして覚醒した刹那専用に開発設計がなされ、ツインドライブシステムの完全な同調を実現させた00クアンタは、あらゆる面で00ライザーを上回る性能を発揮しており、対話を目的としていながらもそこに至るまでの突破力と戦闘力を兼ね備えた装備を実装している。 GN ソード5。00クアンタのメインウェポンとして実装された装備。複合兵装として00ガンダムの GN ソード2と同じく近距離用のソードモードを主体としながらも、中距離用のライフルモードにも切り替えが可能となる最新型の GN ソードである。 GN ソード5バスターソード。前述の GN ソード5のソードモードの刀身に GN ソードビットを装着し、身の丈ほどの巨大な実体剣へと変形させた武装。劇中ではこの形態に変形させたものの、斬撃用として使用される描写は描かれなかった。この状態から後述するバスターライフルモードに移行することも可能となる。 GN ソード5バスターライフル。 GN ソード5のライフルモードに GN ソードビットを装着し、ライフルモードの粒子ビームを形成した方針で凝縮し、飛躍的に上昇させることで放つバスターソードに並ぶ GN ソード5のもう一つの武装形態。その威力は艦艇サイズの巨大エルスを一撃で破壊し、さらに粒子ビームの連続発射によってライザーソードに並ぶ巨大なビーム刃を形成し、大型エルスの強固な外角を溶断する威力を誇る。 GN シールド。左肩部にマウントされたバインダー型シールド。胴体ユニットの肩関節部に装着されている可動式バインダーアームで接続されており、この可動式バインダーアームを利用することで機体前面や背面に至るまで立体的な稼働を実現し、非常に優れた防御機能を発揮することができる。前述の通り、この GN シールドには GN ドライブが搭載されており、 GN ソードビットのキャリアーパイロンとしての機能も有しているとともに、シールドの裏側にはビームガンがマウントされている。スリット状の切れ込みが入った方向から高出力の粒子ビームを放ち、対空迎撃などに使用される。 GN ソードビット。納涼指波による遠隔誘導が可能なソード型のビット兵器。 GN ソードビットは形状の異なる A ビット、B ビット、C ビットを各2機ずつ装備しており、ビットの刃は GN ソード5と同質の素材が採用されている。
刃の後方部に粒子噴出口を備えており、GN シールドから供給される粒子を噴出することで高速移動からの打突で敵機を粉砕、切り刻む攻撃を繰り出し、さらにマニュピュレーターで保持することで近接斬撃戦闘用の兵装としても使用可能であるとともに、非使用時には GN シールドにマウントすることができる。 GN ソードビットシールドモード。 GN ソードビットは各ビットが円を描くように配置されることで GN フィールドを展開することも可能であり、6機のビットを連動させて展開されるこの形態をシールドモードと呼び、シールドモードで展開された GN フィールドはエルスの集中砲火を完全に遮断できるほどの防御力を誇る。またビットを連動させて展開できるという性質上、ダブルオークアンタから離れた位置でも GN フィールドを形成することが可能となる。さらに6機の GN ソードビットがゲートを形成することで量子テレポートも行うことができるなど、 GN ソードビットは攻防一体に加えテレポート機能も備えているなど非常に優れた兵装だと言える。 GNT0000/FS ダブルオークアンタフルセイバー。切内不正営専用のモビルスーツであるダブルオークアンタに GN ソード4フルセイバーを装備させた形態であり、ダブルオークアンタ短期によるツインドライブシステムの安定稼働が不安定だった場合のいわば保険として開発設計がなされた特殊装備形態。ダブルオークアンタに搭載された2機の GN ドライブはツインドライブシステム専用に新規に開発され、 GN 粒子生産量を2乗にするという爆発的な力を発揮することができるシステムではあるが、まだまだ未知数な要素や安定稼働には不安材料が多かったため、ソレスタルビーイングのメカニックイアン・バスティが GNR010 オーライザーのような外部安定稼働装置を開発。その装備が GN ソード4フルセイバーであり、このフルセイバーの開発には前述の通りダブルオーガンダムと外部安定稼働装置であるオーライザーを合体させることでツインドライブシステムの問題点を解決したという観点から着想を得ており、この基本原理をもとに機動戦士ガンダム WOV1000 機に登場する GN0000GNHW/7SG ダブルオーガンダム7ソード/G が装備する武装及び外部安定稼働装置 GN バスターソード2が開発され、後に GN ソード4フルセイバーが完成することになる。 GN ソード4フルセイバー最大の特徴はメインブレイドユニット、メイングリップユニット、マルチカウンター、3機の GN ガンブレイドで構成されており、これらの武装パーツを組み替えることで巨大実体験仕様のフルセイバーモードに加えて大型ビーム兵器である GN ランチャーモード、さらには後述する各武装パーツが多種多様な戦況に応じて様々な形態に変更可能となっている。その戦闘能力は凄まじく、地球圏をめぐるエルスとの決戦後、ソレスタルビーイング所属のメカニックでありイアン・バスティの弟子であるシェリリン・ハイドがダブルオークアンタフルセイバー短期と地球連邦軍の1万倍に達したと言われる無数の大型、中型、小型エルスの大軍との戦闘シミュレーションを行った際、たった1週間で全てのエルスを殲滅してみせたという逸話は有名な話である。これらのシミュレーション結果はあくまでメインパイロットである切内不正営が1週間の間肉体的精神的消耗に耐えるということが前提であり、エルス自身も戦闘の最中に増殖再生するといった多数の不確定要素も考えられるため、シミュレーションの域を出ることはないが、それでもダブルオークアンタフルセイバーの驚異的な戦闘能力の高さを実証する結果になるとともに、来るべき対話を完遂したガンダムというだけではなく、ダブルオークアンタの拡張性と第5世代ガンダムの中でも突出した殲滅能力を有する機体であると証明する結果となった。ダブルオークアンタフルセイバーの武装。フルセイバーモード。ツインドライブシステムの外部安定稼働装置としての機能も内蔵しているオプション装備。前述の通りメインブレイドユニット、メイングリップユニット、マルチカウンター、3機の GN ガンブレイドの4種の武装パーツから構成されており、絶大な威力を誇る巨大な実体験兵器であるとともに本機最大の特徴ともいえる武装。 GN ランチャーモード。フルセイバーモードからメイングリップユニットを収納し、全ての GN ガンブレイドをガンモードに展開させた形態。推定ではあるが GN ソード5のバスターライフルモードに匹敵する威力を誇り、発射される粒子ビームはライザーソードに近い範囲と形状をしていると予想される。唯一の欠点として機体正面で構えなくてはならないため、他の装備に比べて取り回しが非常に悪く、
威力や射程は大きいものの、発射までの予備動作という面においても敵にかわされやすいという弱点を併せ持っている。 GN ガンブレイド。 GN ガンブレイドはブレイドモード、ガンモードの2形態での運用が可能であり、ブレイドモードは小型の近接斬撃戦闘用装備であるとともに、2機を連結させることで GN ガンブレイドツインエッジとして使用することも可能となる。ガンモードは GN ビームピストルに近い小型のビーム兵器であり、フルセイバーの武装の中では低出力の装備である。左右のマニピュレーターで保持する形で使用し、直角に展開されたブレイド部分も使用可能になるため、格闘専用にも対応した複合装備となり、メインブレイドユニットとの組み合わせ次第で発射される粒子ビームの性質が異なるという特徴も併せ持っている。 GN ソード4。前述のフルセイバーモード、 GN ランチャーモードに加えて各武装パーツを組み合わせることで、ライフルモード、 GN カタールモード、セイバーモードへの形態も使用可能となる。ライフルモードは前述の GN ガンブレイドとメインブレイドユニットを組み合わせた中距離射撃用の武装であり、メインブレイドユニットの切っ先を前方に向けることでワイドカッター粒子ビームを放射可能となり、後方に向けることで大出力&連射の粒子ビームを放つことができる。 GN カタールモードはメインブレイドユニットに専用のグリップを装着した装備であり、形状はいわゆるダガー形態であるとともに、頭身が短くなった分非常に取り回しの良い武装となっている。 GN 粒子を熱変換し斬撃能力を高めるこの GN カタールは GN0000/7S ダブルオーガンダム7ソードや GN0000GNHW/7SG ダブルオーガンダム7ソード/G などにも装備されていた武装であり、斬撃時に瞬間的に熱移動させるため理論上ではあるが、 GN カタールの刃を構成する物質が耐えられる以上の高熱をまとうことも可能となっている。セイバーモードは GN ソード4から2機の GN ガンブレイドを取り外した形態。フルセイバーモードと同等の威力を誇る大型近接斬撃用装備。この GN ソード4フルセイバーだけでも強力な装備なのだが、これに加えてさらにダブルオークアンタのメインウェポンである GN ソード5、 GN シールド、 GN ソードリットを装備。 GN シールドは左腕部から背部の剣カアームにかけてマウントされており、立体的な稼働によって広範囲を防御できるほか、 GN ソードリットで形成できる GN フィールドも合わさって防御力に関しても強固な仕様に仕上がっている。圧倒的な戦闘能力を誇るダブルオークアンタフルセイバーではあるが、 GN ソード4フルセイバーを右腕部に装備した状態では背部に装着された接続ユニットおよび剣カアームが障害となり、クアンタムシステムを発動するための条件である2機の GN ドライブを直結させることが不可能となるため、クアンタムシステムを使用する際は背部接続ユニット、剣カアーム、 GN ソード4フルセイバーをパージする必要がある。結果的にダブルオークアンタが短期でのツインドライブシステムの安定稼働を達成し、エルスとの決戦後セツナと共にエルスの母星へと旅立ったことから、劇中ではその活躍が描かれなかった本機ではあるが、ゲームなどではたびたび参戦するなどその強さと高い人気が伺える。 GNW100A 先触れ。西暦2300年代中期に地球連邦政府の下開発された人型空間作業機がこの先触れである。ワークローダーに分類される本機ではあるが、機体前高はダブルオークアンタと同じ18メートル級であり、新たに製造されたオリジナルの GN ドライブを搭載、高温型スラスターの採用、基本構造や採用された技術がガンダムのものを受け継ぎ、高度な性能を有しているため、モビルスーツともいえる機体構成を成している。頭部にはエルスを格納しており、搭乗者であるパイロットとエルスが納涼指波を介して操縦が行われるため、搭乗者はイノベーターが最適であり、量子テレポートも使用可能となっている。中には L ス単独で操縦する先触れや GN ドライブではなく GN コンデンサーを搭載した機体も存在し、西暦2364年外宇宙航行艦スメラギに複数配備され、先発隊としてレナード・ファインズの乗るワークローダー GNW100A 先触れ01と両機となるもう1機の先触れが異性への量子テレポートに成功するとともに、この年には人類の約4割がイノベーター化を果たしており、人類史上初のイノベーターとしてエルスとの対話を成功させたセツナは功労者として語り継がれる存在となっていたとされている。エルスとエルスクアンタ。西暦2314年に
突如として太陽系に出現した地球外変異性金属体エルスは、太陽系とは異なる構成で生まれた生命体であり、地球圏に生息する生命体とは姿形が異なるが、納涼子波を介したコミュニケーションを図ることが可能となっている。なお、エルスの総称は Extraterrestrial Living Metal Shapeshifter の頭文字から地球連邦政府が名付けたものであり、彼らの本当の名が何であるのかは判明していない。このエルスの出自はクアンタムバーストによってエルスと意識共有を果たした刹那に膨大な情報量として流れ込むとともに垣間見られることになる。エルスは地球から遠く離れた恒星系のガス惑星において誕生し、軍単位での意識、情報共有、納涼子波による異種生命体へのコンタクト、他の生命体、物体との融合能力、学習、形状模倣による高度な知能、さらにはワームホールを作り出す超長距離単独航宙能力など様々な特徴を併せ持っており、これらの能力によって繁栄を極めたエルスであったが、母星が属している恒星の寿命が尽きたため、光や物質をエネルギー源とするエルスは絶滅の危機に直面。絶滅の危機に瀕したエルスは新天地を求め、超長距離の宇宙空間の旅の中で様々な異種生命体との開口を果たし、西暦2314年に木星へとたどり着くとともに、納涼子波に引かれる形で地球圏へと向かうことになる。なお、納涼子波によるコミュニケーションが可能なエルスではあるが、融合する対象が納涼子波に適応できていないものだった場合、接触した瞬間、対象を死に至らしめてしまうため、エルスが地球に襲来した際には、納涼子波を持たない多数の人間が犠牲になっている。逆に、高度な納涼子波を持つ人類とは融合を果たすことが可能であり、エルスとの激戦の後、00クアンタが発動したクアンタムバーストによってエルスの真意を理解し、人類とエルスの相互理解が成立した後の世界では互いが共存を果たしている。エルスとの融合を果たした人類はハイブリッドイノベーターと呼ばれ、人格的な思考や行動といった主導権は人間側が保ち、エルスは人間のサポート役という役割を担うことで共存を果たすとともに、人類の能力向上に加え画期的な技術躍進という結果をもたらしている。このハイブリッドイノベーターには例外も存在しており、納涼子波能力者ではないグラハム・エーカーは刹那の呼びかけと生きたいという強い思いにエルスが反応したことで、ハイブリッドイノベーターとして復活を果たしている。エルスの融合には人類だけでなく物質や機動兵器との融合も可能にしており、その代表となる機体が量子テレポートでエルスの母星へと旅立ち、エルスと融合を果たした形態で地球に帰還した00クアンタのもう一つの姿、エルスクアンタである。劇中ではエピローグにてその姿だけ登場しており、背部には8枚の翼が備わっているほか、クアンタムバーストでパージした外部装甲も再生され、一説によると機体をその場の状況に応じた形態に変化する機能も有していると言われている。ゲームなどの媒体では GN ソードビットを模した武装をエルスで形成し、敵機に対して量子テレポートを駆使した斬撃、接触によってエルスによる侵食を発生させ爆散させるという攻撃に加えて、ビーム砲による砲撃も可能など非常に高い戦闘能力を有していることがうかがえる。さらにトランザムの発動も可能になっている。エルスクアンタや前述の先触れの他にも、エルスとの相互理解による神話的融合を果たした機体が存在しており、それが GNZ001 ガルムガンダムである。このガルムガンダムはソレスタルビーイングの第2世代ガンダム4号機 GNY004 ガンダムプルトーネの運用データをもとに開発された機体であるとともに、イノベイド専用機である GNZ シリーズの原型機にあたり、エルスとの神話的融合によってガルムガンダム入りとして生まれ変わっている。刹那の帰還。刹那が量子テレポートによってエルスの母星へ旅立ってから約50年後となる西暦2364年、エルスとの対話を終えた刹那とエルスクアンタが地球に帰還。刹那の一番の理解者であり、刹那の帰還を待ち続けていたマリナ・イスマイールとの再会を果たしている。劇場版の劇中の最後に地球に帰還したエルスクアンタとともに表示される文章は、 Peace cannot be kept by force, it can only be achieved by understanding. 平和は力では維持できない。ただ分かり合うことでのみ達成することができるのだ。という言葉であり、これは20世紀最高の物理学者と呼ばれるアルベルト・アインシュタインの言葉である。
些細な誤解から生じる争いや歪みがあふれる世界に変革をもたらすためには、互いに分かり合い、世界はこんなにも簡単だということを示さなければならないという信念を持ち、本当の平和を実現させるため、それぞれの戦いを続けてきたセツナとマリナ・イスマイールの願いが形となり、実現した瞬間であったと言える。なお、エルスとの戦いが行われた西暦2314年からセツナが帰還し、世界から紛争が消え去ったと思われる西暦2364年までの空白の期間では、旧人類軍と呼ばれる武装集団が反イノベーター活動を行っており、徴兵技術を流用した疑似イノベーターというものも存在するとともに、人間を戦争の道具として利用するなどの紛争が勃発していることが公式外伝機動戦士ガンダム WOI2314 で語られており、2027年に公開を予定している新劇場版の伏線になっているのかもしれない。余談ではあるが、ダブルオークアンタが使用することでおなじみの量子テレポートであるが、この量子テレポートの原理に関してアインシュタインは相対性理論と反することから気持ち悪いと不快感を示していたようである。また、機動戦士ガンダム WO ファーストシーズンのオープニング主題歌であるラルク・アンシエルのデイブレイクスベルの歌詞の中には、澄み渡る未来が来たなら草花も兵器に宿るだろうという歌詞があり、エルスクアンタを中心に草花が生い茂る描写は、世界から戦火が消え去り戦争の根絶を達成したことを示している描写だと思われる。短期でのツインドライブシステムの完全同調を実現し、戦闘ではなく他者との対話を目的に開発されたダブルオークアンタは、対話を完遂するために切り開く戦闘能力と搭載された特殊システムクアンタムバーストによって地球外知的生命体との相互理解を可能にする、まさに人類とエルスの架け橋となったガンダムであった。以上、ダブルオークアンタの系譜を終わります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。